暑い。今、セブンイレブンに行ってきました。もう4月なんですけど、暑くて暑くて、日傘を差しながら歩いてました。ちょっと買ってきたものを見せます。エクレアです。こだわり卵のクリームプチエクレア。結構小さいサイズです。あと、これ、理想の人参ジュースです。これ、人参 100% なんですよ。見えます？見えないか。砂糖、待って、シールが貼ってある。砂糖、食塩、不使用と書いてあって、本当に純粋に人参だけ使ってるジュースみたいなので買ってきました。ちょっと暑いからパーカー脱いでいい？よいしょ。暑い。そう、こういう前にファスナーがついてて、後ろにフードがついてるこういうものをパーカーと言います。で、今日何がしたいのかっていうと、ちょっと皆さんにね、文法を教えるというかシェアしたいと思っています。よくね、こういうコメント来るんですよ。文法は勉強したけどどうやって使えばいいのか分かりませんっていうコメントが本当に多くて、で、文法ってさ、今たくさん動画がありますよね。でも私のところにもそういうコメントが来るので、ただなんか文法を教える動画っていうよりは、こうやってなんか話しながら、こう自然に聞きながら、あ、そういう使い方もあるんだっていう風に皆さんに思ってもらえる動画を作りたいなと思って、今撮影してます。だから文法を説明するために私はパワーポイントも使わないし、なんか細かい説明とかはあんまりしません。ただこうやって話しながら、ちょっとね、こういう風に使うよみたいな例文を皆さんにシェアしたりとか、会話で使えるような表現というか言い方を皆さんにちょっとね、シェアしたいと思います。で、私はこの文法は JLPT の N3 ですとか N2 ですっていうことは言いません。この動画を作ってる目的は JLPT を受けるためじゃなくて、もちろんね、JLPT を受けてる人も見てもらえたらもっと理解が深まるかもしれないんだけど、日常会話でどうやって使ってるのかとか、日常会話でよく使う文法を、口が回ってなかった日常会話でよく使う日本語の文法を私がピックアップして一つの動画で2つとか3つ紹介したいと思います。はい。だからこの動画は、ちょっと私早口で話すかもしれないけど、もう勉強したことがある文法をもう一度復習したい人とか、知ってるけど使い方がわからない人。だから中級の人も上級の人も見て、ちょっと楽しめるような動画にしたいなと思います。はい。で、ちょっと飲んでいい？さっき買った人参ジュースを飲みながらちょっと話したいと思います。ストローです。ストローですね。ストロー。カタカナってね、難しいですよね。はい、じゃあストローを刺します。はい、じゃあ飲みながら話します。飲みながら話します。はい、一つ目の文法はながらです。ながら。これは同じ時間に2つのことをします。2つのことを同じ時間にします。はい。じゃあ、ながらの前は何ですか？名詞？動詞？いい形容詞？な形容詞？私の説明の中にヒントがありましたね。2つのことをします。しますっていうことは動詞ですね。はい。動詞とます形プラスながらです。例えば今私が言ったみたいに、人参ジュースを飲みながら話します。人参ジュースを飲みながら話します。あと例えば、じゃあコーヒーを飲む、勉強する。これをながらを使って一つの文章にするとしたらどうなりますか？コーヒーを飲みながら勉強します。いいですね。
じゃあ、音楽を聴きます。仕事をします。はい。ながらを使って一つの文章にしてみてください。音楽を聴きながら仕事をします。はい。いいですね。このように2つのことを、2つじゃなくてもいいですね。2つでも3つでもいいんですけれども、同じ時間に2つ以上のことをするときに使えるのがながらです。でも、ちょっと注意してほしいことがあって、ながらにはもう一つ別の文法の意味があります。もしかしたら勉強したことがある人もいるかもしれないんですけど、逆説のながらっていうのもあるんですね。ちょっと例文を言うので、皆さんどういう意味か考えてみてください。私今逆説ってもう言っちゃったから分かった人もいるかもしれないんですけど、例えば、健康に良くないと分かっていながら、昨日も缶ビールを10本飲んでしまった。健康に良くないと分かっていながら、昨日も缶ビールを10本飲んでしまった。これ、ながらでもいいし、ながらもつけることができます。さあ、どういう意味でしょうか？これは、のにとか、だけどという逆説の意味になります。健康に良くないと分かっていながら、健康に良くないと分かっているけどですね。で、昨日も缶ビールを10本飲んでしまった。私は飲まないですよ。はい。例えば、はい。健康に良くないと分かっているけど、このけどをながらにすることができます。だからさっき最初の説明では、同じ時間に2つのことをするっていう意味でながらを使うって言ったんですけれども、逆説のながらもあるから、読解をするときには気をつけた方がいいですね。これ JLPT ごめんね。JLPT 関係ないって言ったけど、でも JLPT の読解で結構出ます。ながら。だから、ながらが出てきたら、2つのことを同じ時間にするのか、逆説のながら、どっちかなというふうにちょっと考えながら読むと解きやすいかもしれません。飲みます。一気に話してると喉が渇く。はい、じゃあ次ね。次の文法は、用がない。何々用がない。じゃあこれも私意味言う前に例文を言うから、ちょっとみんなどんな意味かなーって想像してみてください。勉強した人はね、思い出してみてください。じゃあ、いきますよ。例文1。スマホがなかったら連絡しようがない。スマホがなかったら連絡しようがない。例文2。ネットが使えなかったら調べようがない。ネットが使えなかったら調べようがない。さあ、意味わかりますか？で、これ動詞は何形だと思いますか？連絡しようがない。調べようがない。はい。これ動詞のマス形プラスようがないになります。スマホがなかったら連絡しようがない。ないがあるから否定になりますよね。はい。じゃあ、意味説明しますね。何々用がないっていうのは、方法がない。何々したいけど、その手段がないという意味です。だからさっき例文の1、スマホがなかったら、このたらは、もし何々たらですね。もしスマホがなかったら、連絡しようがない。連絡する方法がないという意味です。連絡したいけど、例えばスマホを忘れた。じゃあ、どうやって連絡しますか？連絡する方法がありません。この時に連絡しようがないを使うことができます。例えば、友達の連絡先を知らない。メールアドレスも知らない。電話番号も知らない。LINE も知らない。WhatsApp も知らない。何にも知らない。連絡できますか？できませんよね。連絡する方法がありませんよね。この時に連絡しようがないということができます。じゃあ例文の2つ目のネットが使えなかったら調べようがない。
今何でもネット、インターネットですね。ネットを使って調べますよね。だからもしネットが使えなかったら調べる方法がないという意味です。もちろん本で調べたり人に聞いたりすることはできますけど、私たち今本当にスマホに頼っていますよね。だからネットがもしなかったら、使えなかったら調べる方法がないという意味で調べようがないということができます。で、あと時々これもねよく使うんですけど、文句のつけようがない。文句のつけようがない。どういう意味だと思いますか？ちょっと例文読みますね。佐藤さんが考えたプロジェクトの企画書は完璧だった。文句のつけようがない。佐藤さんが考えたプロジェクトの企画書は完璧だった。文句のつけようがない。はい。文句をつけるっていうのは、ここ全然違うじゃないですか。この資料全然ダメじゃないですかっていうのが文句ですよね。でも、文句のつけようがないっていうことは、文句をつける方法がない。つまり完璧だ。素晴らしいという意味です。この文章ではね。佐藤さんが考えたプロジェクトの企画書は完璧です。もう何も間違いがない。何も文句がない。文句のつけようがない。そのくらい素晴らしいっていう時に文句のつけようがないということができます。こんな感じでちょっと新しいことをやってみたいなと思って、今日は生活で使う文法を2つ紹介してみました。勉強ってわけじゃないけど、でも聞いて少しわかるような動画をこれからも作っていきたいなと思っています。私今大学と、日本語学校で日本語を教えてるんですけど、私一番自分が好きな授業って文法なんですよ。文法を教えるのがすごく好きで、今までこういう動画ってあんまり撮ってこなかったんですよね。もう YouTube にたくさんあるし、いい先生もいっぱいいるじゃないですか。日本語の文法を教えてるチャンネルもたくさんあるから、なんかちょっと差別化っていうか、自分でねちょっと新しいことやってみたいなと思って、今回ちょっとこういうタイプの動画を作ってみました。どうでしたかね？はい。で、もし皆さんが普段日本語の文法を勉強してて分かりにくいとか、これよく日本人使ってるけど、日本語のネイティブスピーカーが使ってるけど、あんまり意味がわからないんだよねっていう文法があったら、ぜひコメントで教えてください。これからもちょっとなるべくこういう動画を作りたいなって思ってます。さっきも話したように、ちょっと学校で教える仕事が増えたので、あんまり旅行の Vlog とかがちょっとしばらく撮れないかもしれません。もちろん私的には撮りたいし、飲食店にも行って撮影したいんだけど、ちょっと時間的に今厳しくて、みんなが、こういう使い方もあるんだとか、こういう使い方だったんだって、勉強とまではいかないけど、でも、自分がどうやって教えてるかっていうのを、少しね、動画でもシェアできたらいいのかなと思います。もちろん学校はもうちょっとパワーポイントとかも作るし、もっと細かく説明するんですけど、でも、やっぱ私が YouTube をやってる目的って、みんなが楽しく勉強できるような動画を作るっていうことなんですよね。でも最近の私の動画って、みんな私の動画から何か学べたのかなとか、ちょっと自信がなくて、だからちょっとね、本業の日本語教師っていうのをもっと出していこうかなって思いました。はい。ちょっとそれについてもコメントがあったら書いてください。じゃあ今日の動画はここまでにします。またね。バイバイ。